こんにちは。日中天気がいいとものすごく過ごしやすいんですけども、やはり朝晩はかなり温度が下がりまして、もう寒いっていう感じですよね。我が家でもこたつ出そうかななんてね話をしているんですけども、もう私の住んでいる地域最低気温が15度を下回っております。なのでこちらで管理しておりましたセファロタスヘリアンホラブロッキニア、これはですねもう別ベランダに移動させております。で今回なんですけども、前回植え替えのための準備パート1用土について考えるという、動画を出しているんですけども、今回はその植え付ける鉢について少しお話をさせていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。私の場合は結構陶器の鉢を利用していることが多いんですけども、代表的なものはこちらのダオン鉢、それから素焼きの鉢ですね。あとプラスチックの鉢でいうとこのスリット鉢と呼ばれるもの、それから、こういったですね購入した時に外側についているプラスチックの鉢も利用したりしております。それぞれ特徴はありますけども、この鉢で植えるからよく育つとか、この鉢で植えるから育ちが悪いとかっていうのではなくて、同じ環境下でやった場合っていう話になってくると思いますね。ちゃんと水抜けの穴が開いておりまして、極端にねちっちゃいものは別にして何でも大丈夫だと思うんですよね、基本的にはですね。ただその育てていらっしゃる環境の中でよりこちらの方が育つんじゃないのかなっていうのはあるとは思うんですけどね。でいろんな動画の中でもお話しさせてもらってるんですけども、この素焼きの鉢は今これ乾いた状態なんでこんな色してますけども、腰水栽培の場合は水をこの素焼きの鉢が吸ってですね、夏なんかは気化熱で少し鉢内の温度だったり鉢の温度だったりを下げる効果もありますので、私のように、直射日光下でですね屋外で、栽培している場合には夏場は有効だと思いますね。ただそういった中でプラスチックでやっているからあまりうまく育たないとか、プラスチックから素焼きの鉢に切り替えたので急に育ちが良くなるっていうことではなくて、やはりその環境とか水のやり方とか使っている用土とかそういうのでもねだいぶ違ってくると思いますね。であと栽培事情っていうのもあると思うんですよね。で今回私が選んだ鉢がですねこちらのプレステラの90の深鉢なんですけども、私が住んでいる地域この深鉢を取り扱っている店舗がないんですよね。プレステラの90の鉢はねあるんですけども、この深鉢っていうのはなくて、存在はねもうかなり前から知ってたんですけども、実際に手に取ってみることがなかったんで今まで使用していなかったんですけども、こういったね限られたスペースの中でたくさんの鉢を置こうと思ったら、やはりこういった丸い鉢よりですねこういった方がいいかなということで、今回選んだんですけども、実際に手に取って思ったのが、こういった鉢ですと植物のこの株の大きさに対してこの径で選ぶとですね、どうしてもここがもう少し深い方がいいかなっていう風になってしまうんですよね。特にハエトリソウの場合ですね。でこの深さで選んでしまうと今度は株に対してこの径がね大きすぎるみたいなんですけども、こちらはですね結構いい感じにこの大きさとこの深さがバランスがねすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思います。なのでこちらにですね、他の、鉢も使いますけども置いていくとかなりスペースも有効活用してまだまだね食虫植物が置けるようになるんじゃないのかなっていうふうに思っております。皆さんもですね、機能もあるとは思うんですけども、その栽培事情っていうんですかね、そういった中で選ばれるっていうのもいいと思いますね。で、選んだ鉢で
いかにうまく育てられるかなっていうことです。私の場合の課題としてはこういった黒い鉢なんで、来年の夏ですね、ちゃんとした、夏対策しておかないと、今まではこういった鉢をずっと使っていたんで、ある程度の日よけをすればですね、真夏もなんとか乗り切っていたんですけども、こういった鉢の場合はね、どうしても温度が高くなってしまうと思いますのでね、そこは、来年の課題の一つになってくると思います。今回はですね、鉢についてお話しさせていただいたんですが、あまりね内容の深い今回お話ではなかったですけども、私はねあまり、この鉢で植えるからいいとか、この鉢で植えるからダメっていうのではなくて、それぞれ育ててらっしゃる環境下で、これよりこちらの方が多少成長がいいかな程度だと思うんですよね。皆さんもあまり難しく考えないで、用土であったりこの鉢をなんとなく今回はこれでやってみようかな、これで試してみようかなっていう感じで、植え替えが楽しくなるようなですね、そういった感じで、食虫植物栽培楽しんでいただければなと思います。今回はねちょっと内容が薄いお話でしたけども、植え替えのための準備、パート2、鉢について考えるということで、こちらの鉢について少しだけお話をさせていただきました。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからもですね、初心者の方に分かりやすくを心がけて食虫植物に関するいろんな動画を上げていきますので、ぜひまたご覧になってください。あと過去の動画にもですね、初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はですね、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。